ラー親父チャンネル。こんにちは、モデラー親父モデオです。引き続きグランドハウラーの製作を続けていきたいと思います。本日はリアアクスルの取り付けとギアボックスを作っていきます。まずはネジ止め剤をつけてあげて、ダンパーがね取り付けられるステをつけます。そしてリーフスプリングにつながるパーツを裏に入れてあげてネジ止めします。後ろ側になるアクスルにも同じパーツをつけます。ではね、車体に取り付けます。そして前側も同じように取り付けます。ある程度のところまで入れたら板レンチを使ってロックナットを押さえつつねじ込むといいと思います。前後のねアクスルをつなぐプロペラシャフトを入れていきます。でここはセラミックグリスを塗っておきます。樹脂製の車体とアクスルをつなぐアームがねありますので、これをつないでいきます。これでねサスアームもついたんですけども、これはね驚きの可動域のなさですね。ほとんど動かないですね。フェンダーもねつくんで、動いちゃうとフェンダーに当たっちゃうんでしょうね。まあそれに比べますとフロントはねそこそこ稼働するんですけどね。それではダンパーをね取り付けていきます。スペーサーを入れてネジを入れて、そしてこれ樹脂系のパーツが入りますね。おー、かっこよくなりました。やっぱりねこういうメカっぽい感じになると結構ねかっこよさが増してきますよね。これねダンパーをアルマイトブルー風に塗りましたけども、これかっこいいと思いませんかね。もしいいと思ったら是非いいねボタンを押してみてください。これ組み立ててみて分かったんですけども、ほぼほぼ可動域がないので、あんまりオイルダンパーにする必要っていうのがねなさそうですね。さあそれではトランスミッションを組んでいきたいと思います。いろんな RC カーがある中でもやっぱり3速のトランスミッションになるんで、パーツもねいっぱいありますよね。シフトロッドっていうものにヒーリングを2つ入れた状態になってます。あらかじめ
グリスをね塗っておきます。イーリングを挟んで左右で長さが違いますんで、説明書を見て方向を間違えないように入れたいと思います。そしてこれがねシフトフォークですね。でシフトフォークもねここの形状で方向がね違いますんで、入れ方を間違えないようにします。スプリングもね入れてきます。そしてワッシャーですね、抜けないように小さいイーリングで留めてきます。樹脂のスペーサーを1つ、そしてまたシフトフォークを入れます。でスプリングを入れて、ワッシャーを入れて、こちらもね抜けないようにイーリングで留めてきます。3速のミッションということでシフトフォークもね3つありますね。では続いてねこのプレートに樹脂のパーツをつけてビス止めしていきます。小さいビスなんでピンセットを使って入れていきたいと思います。そしてこのプレートステーと呼ばれるこのパイプをつけていきます。指でビスを押さえてパイプをこう回してあげるといいと思いますね。最後の増し締めはドライバーでやりますけど、こういう感じでプラモデルとかラジコンやってますって話をすると、結構知り合いからプラモデルをね買ったはいいけど作ってないんで作ってもらおうかななんてよく話があるんですけど、やっぱりラジコンとかプラモデルって作る楽しみってねやっぱりあると思うんですよね。だからその楽しみをねもらっちゃっていいんですかって言うんですけど、ではギアシャフトっていうパーツ作ってきます。すでにここにはねイーリング入れてあります。これも削り出しのギアですね。ここに入れつつ、そしてプラギア、脱落防止にイーリングで留めてきます。こちらもイーリング、そしてこれね似たようなギアがありますけども、ここもイーリングで留めていきます。まずね1本目のシャフトこんな感じですね。今度はギアシャフト B になりますね。これも真ん中にイーリングを入れた状態になってます。でまたセラミックグリスを塗っておいて、このパーツにメタルの受け軸を入れますけども、ここは瞬間接着剤で固定するように指示がね書かれてます。ベアリングの内側じゃなくて外側ですね。少しここに塗っておきましょう。この珍しいですね、こういう指示があるっていうのは。で反対側にもこんなパーツをまず作りますね。そしたら今度はここに入れるんですね。イーリングで留めます。ここは先ほどのシフトフォークでこうやってね接続したり切り離したりする部分になるんで、こんな感じで前後に動いて大丈夫なところです。こちらは特に瞬間接着剤で固定の指示がないですね。できます。そ
して今度はこちら側にして大きめのワッシャー、これを通しつつ、このパーツですね。これに対してはグリスアップが必要のようです。これを入れて、そしてこのギアですね。これもこういった具合にシフトフォークでね、動いて外れたりつないだりという具合になりますね。そして重心のスペーサーを入れます。1150の入れて、そしてグリスアップ、組み合ったギアをこのギアボックスに入れていきたいと思います。樹脂パーツにボールベアリングを入れて、ここに差し込みますと。必要なところにグリスアップをして入れていきます。ここはこうシフトフォークの噛み合わせを合わせてから入れていきますね。ここにねスプリング小さいんですけども、忘れずに入れてからギアボックスに入れます。このプレートに下側がボールベアリング、そして上がメタルの受け軸、反対側のプレートを入れて、そしてビス止めしていきます。はい、ここまで来たら最後のねステーを1本追加します。さあこれでね、ギアボックス完成しました。ギアを回しながらグリスをねなじませておくといいかもしれないです。こんな感じでこうギアがね噛み合うわけですね。今ここをねつなげてみますね。こんな感じで、ギアがねセレクトされるという感じです。で逆にちょっとこっち側、今度はね下側ですけど、こうやって下がるとこちらのギアと接続がされるというような仕組みになってますね。で上下ともに外れてる状態だと、この真ん中のギアがね選ばれてるという状態になります。かなりハイラックスに比べますとスムースに変速もできそうですし、最近の技術になっているなって感じしますね。中も見やすいのでメンテナンスもしやすそうですし、スムースにね変速もできるような仕組みに随分進化したなという印象がありますね。ではミッションに取り付ける残りの部品をつけていきます。まずここに樹脂製の部品を入れて、このジョイントカップですね、これをつけます。シフトチェンジ用のサーボがねつながるためのこの部品もつけます。そしてモーターですね。これはねすでにピニオンギアはつけてあります。でね、これ昔から謎なんですよね。このね厚紙みたいなプレートを結構入れる RC が多いんですけど、これがね一体何のためかちょっとよく分かってません。でこれは少し動くぐらいの強さで締めておきます。このねスライドして調整する方にはワッシャーを入れたビスで留めていきます。
ですね。なかなかこうしてね、シフトチェンジの仕組みもよくわかりますよね。電池で鳴らし運転も兼ねてシフトチェンジのチェックしておこうかなと思います。手前に引くと1速、そして中央で2速、これで3速ですね。ちょっとずつギアの音違いますね。1速、2速、3速。やはりハイラックスの頃に比べたらすごくね、スムーズにシフトチェンジできるようになってますね。これで問題ないのでケースに入れていきます。はい、これでね、トランスミッションの完成です。複雑なミッションではありますけども、結構組み立てていてすごく面白みのある構成でした。それでは引き続きグランドハウラーの制作をしていきますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。